皆さん、こんにちは。エマです。日本語ポッドキャストへようこそ。このポッドキャストでは、日本語を勉強している方のために、日本語や日本文化に関するお話をお届けしています。今日のポッドキャストでは、リスナーの方からリクエストしていただいた日本の高校生活についてお話ししていきたいなと思います。今日の動画では、高校生の日常ですね。制服のことであったり、校則と呼ばれるルールのことであったり、授業の一日の流れであったり、お昼ご飯であったり、そういった、日常についてお話ししていきます。で、別のね、イベント、文化祭だったり、体育祭だったり、そういったことに関してお話しすると、かなり長くなってしまうので、またそれは今度ね、別の動画を作れたらいいなと思います。では、早速始めていくんですけど、まず最初に制服からお話ししていきます。皆さんの国では制服ありましたか？制服っていうのは、学校で定められている服のことです。ユニフォームみたいなものですね。毎日毎日その服を着て、みんなが同じ服を着て登校します。で、学校によったら、カバンも指定されたものだったり、あと靴もですね、ローファーと呼ばれるものっていう風に決まっていたりするんですけど、私が通っていた高校は制服は決まっていて、カバンと靴は自由でした。スニーカーでも OK だし、ローファーでも OK だし、リュックサックでも OK だし、何でも大丈夫だったんですね。そういう風なちょっと、緩めの学校でしたね。でもですね、結構他にも校則と呼ばれるルールがたくさんありまして、これは結構厳しかったです。でも、私が高校生だったのは今から4年前、5年前くらいなので、ちょっと今とはね、若干違うかもしれないんですけど、その時は結構厳しかったんですよね。例えば、今私化粧してますね。メイクしてますね。このお化粧は禁止でした。あと、髪の毛も染めたらダメだったんですね。例えば、茶色にしたり、金髪にしたり、好きなね、ピンクにしたり、そういったことはすべて禁止されていました。で、他にも、一番個人的になんか、ちょっとなって思うのは、スマホが禁止だったんですね。私も理解はできます。学校は勉強しに行くところなので、スマホを使ったらダメっていう気持ちもよくよくわかるんですけど、やっぱり高校生活って3年間だし、友達との思い出をたくさん残したいじゃないですか。なので、なんていうの？写真とかをやっぱり撮りたかったなとは思います。やっぱりね、後で振り返って、思い出、この頃楽しかったなとか思い出すのにね、すごくいいきっかけになると思うので、そういった面ではスマホ禁止っていうのがすごく悲しかったですね。結構私のね、高校はちょっとそういった面では厳しくて、お化粧もダメだったし、制服をね、さっき言ったリュックとか、スニーカーとかはオッケーだったけど、制服自体はちゃんと着こなさないとダメだったんですね。ボタンをしっかり閉めるとか、スカートの丈ですね。これもびっくりじゃないですか。スカートの丈も決められていて、膝より上はダメとかがあったんですよね。短かったら放課後呼び出されて先生に怒られるっていうのが、たびたびあったそうです。私はね、もう呼び出されるのが嫌で、真っ先に家に帰りたかったので、ちゃんと校則をね、守って毎日過ごしていたんですけど、でもね、やっぱり私もスカートを短くしたいなとか、
やっぱり可愛くなりたいじゃないですか。そういった気持ちはすごくあったので、スカートのね、長さくらい許してよと思う部分はありましたね。皆さんの学校ではどうでしょうか？制服だったり、校則はありますか？ルールですね。なんか、例えば、日本ではこういう校則、こういうルールはないけど、私の国ではすごくこういうことを大切にされるよとかあったら、すごく興味深いので、ぜひぜひコメント欄で教えてくれると嬉しいです。で、次にお話ししていくのが、一日の流れですね。まず、私たちは8時半に登校します。8時半。8時半を1分でも超えてしまうと遅刻という扱いになりまして、ちょっと減点されるんですけど、結構ね、時間厳守っていうのが日本の特徴かなというふうには思います。で、その8時半に登校したら、ホームルームという時間があるんですね。この回では、先生が一日の流れであったり、イベントであったり、なんか気をつけることとか、宿題とか、そういったことをさらっとお話しするんですよね。で、それが終わったら、やっと授業に入ります。で、私の学校ではクラスが9クラスに分かれておりまして、1クラスだいたい40人くらい在籍していました。で、私のクラスもね、40人くらいいて、ほとんどの授業がその40人で受けるという形になるので、やっぱりクラスのね、仲の深まりっていうのはすごく良かったかなと思います。本当にね、私はクラスの人に恵まれていて、毎日毎日楽しい生活を送ることができて、本当に幸せでした。私の親友もね、そのクラスで出会った子なんですけど、本当に、すごくね、いいクラスでしたね。ちょっとお話が逸れてしまったんですけれども、その40人で授業を受けていくんですけど、一つの授業を、だいたい50分くらいですね。50分の授業があって、その後に10分の休憩があります。で、こんな感じで、ちょっとずつ授業をして、お昼ご飯の時間になります。で、お昼ご飯は、結構選択肢があったんですね。私は基本的に母がお弁当を作ってくれたので、毎日母のお弁当をね、食べていたんですけど、お弁当を食べている人だったり、食堂で、買って食べる人、あとパン屋さんが来るので、パンを買う人、こんな感じでだいたい分かれていましたね。で、私の通っていた高校の食堂は結構充実しておりまして、いろいろなものがありました。カレーライスやうどんとか、あと親子丼だったかな。あとおにぎりもあったし、結構たくさんのものが食べれたんですね。あとパン屋さんもすごく人気で本当に美味しかったので、結構毎日行列ができる、アニメとか見たことがある方ならわかると思うんですけど、本当にあんな感じで、争奪戦じゃないけど、結構かなり人気でしたね。みんな授業が終わったら走ってパンを買いに行くっていうことをしていて、すごく面白かったですね。で、そんな感じで、お昼ご飯を食べて、また午後から授業が始まります。でですね、授業が終わったら、部活動をしている人は部活動に行って、していない人は真っ先に家に帰るっていうことをしていたんですけど、私はね、この前の動画でもさらっとお話しした通り、部活には入っていなかったので、すぐに学校から家に帰っておりましたね。私はね、家が大好きなので、もうすぐに家に帰って、私は犬を飼っているんですけど、そのワンちゃんと遊ぶっていうことをしておりましたね。こんな感じがですね、日本の高校生の一日になります。他にも文化祭、体育祭、さっき言った部活動
などなど話したいことが山ほどあるんですね。修学旅行とか校外学習とか、そういったことも本当に話したいんですけど、話し出すとかなり長い動画になってしまうので、またね、別の動画で、今日は高校生の日常生活について話したんですけど、次は高校生のイベントについてお話ししたいなと思います。なのでまた今度ね、ちょっといつになるかわからないけど、楽しみに待っていてくれるとすごく嬉しいです。では今日はこんな感じで日本の高校生の一日についてお話ししました。いかがでしたでしょうか？皆さんの国での制服や校則、あと授業の流れ、なんか面白いことがあるよとか、お昼ご飯こんなのだよとか、何でもね、教えてくれるとすごく、興味深いので嬉しいです。なので、コメント欄でね、全然遠慮なく何でも大丈夫なので、質問でも、日本語のね、質問でももちろん大丈夫だし、今日みたいにリクエストしていただいても嬉しいですし、で、皆さんの考えとか、そういった文化もお話ししてくれたらすごくすごく嬉しいです。では、今日もありがとうございました。いいなと思ってくれた方は、高評価、コメント、チャンネル登録もよろしくお願いします。では、また次回のポッドキャストでお会いしましょう。じゃあね。